バルちゃんの YouTube 登録者1万人記念質問コーナー始まるよ。よし、始めようか。皆さんこんにちは、バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さあ、この度バルちゃんの YouTube チャンネル登録者数が1万人を突破いたしました。イエイ。でこれはもう私一人の力ではなくて、皆様の支えあっての1万人突破ということで、本当に感謝しております。ありがとうございます。このチャンネル自体は2024年去年の8月末、9月頭ぐらいからかな、スタートしまして、でそこからおよそ8、9ヶ月と経過しまして、実際には5月の中旬に1万人突破いたしました。はい、重ねて感謝いたします。どうもありがとう。で最初はチャンネル登録者数っていうところはあまり注目しなくて、どちらかというと皆さんからいただいたコメントを重きにその動画作りの参考とかをさせていただいてたんですけども、やっぱり日に日に登録者数が増えていって、で1万人近づくにつれて、やっぱり1万人近くの方に見ていただいてるんだなっていうのを感じると、だんだんと乳首が立ってくる、だんだんと緊張してくるというか、やっぱ1万人登録者のチャンネルなんだなっていうのを自覚し始めまして、でやっぱり1万人超えた時はとても幸せに感じさせていただきました。ただ私一人だけ喜んでいるのは失礼に値しますので、今回は1万人突破記念ということで質問コーナーを設けさせていただきました。事前に YouTube の動画のコメントであったり、あとは X やインスタから、質問をいくつかいただいておりまして、ほとんど X からになるんですけども、それをですね、ほとんど、ほぼ全て、答えていきたいかなと思っております。ただですね、質問の9割はほぼ下ネタでした。みんな好きね。でめちゃめちゃ被っている質問とかもあったので、それはちょっと一括りにしてお答えさせていただきますけども、それとは別に最近ちょっと見始めてっていう方もいらっしゃいまして、前半は私のプロフィールに関する質問に答えていこうかなと思っております。で後半は皆さんが楽しみにしている、下ネタコーナーという形で、最後まで楽しんでいただければなと思っております。それでは一つ目いきたいと思います。バキューム、いえ本名ではありません。私読書が好きで、特に神話のお話、ギリシャ神話とかカルト神話とか、そういうのはいろんな神話のお話があるんですけども、その中でも北方神話っていうお話が好きで、それを中学校の時にすごく読み漁ってたんですよ。でその中に出てくる、バルムンクっていう、竜殺しの剣っていうのがあるんですけども、詳しい方はね、北欧神話ぜひ読んでいただきたいんですけども、そのバルムンクにすごく魅力を感じまして、でそこからゲームのキャラクターの名前とか、オンラインゲームのアカウント名とか全部バルムンクとかにしてたんですけども、で YouTube 始めるときはちょっとバルムンクを可愛めにっていうことで、なんとかちゃん、かっちゃんとかたっちゃんとかみなみちゃんとかなんとかちゃんっていうのをつけた方がいいなと思って、バルちゃんっていう名前にしました。身長は181センチ、体重は104キログラム、体脂肪率はちょっと最近測ってないんですけれども、2ヶ月前に測った時には 31% です。デブです。6月25日です。ちなみに蟹座です。A 型です。周りには O 型って言われるんですよ。すごい大雑把な性格してるので絶対 O 型って言われるんですけど、A 型です。で A 型って几帳面とかこだわりが強いとかあるんですけども、私の場合はもう本当にどうでもいいことにこだわりを持つめんどくさい人間です。岡山県の津山市というところに住んでおります。どんなところかっていうと、ど田舎で電車が1時間に1本通るか通らないかっていう感じのところです。ちなみにゼータガンダムの等身大が置いております。湯の郷温泉ぐらいかな。あそこは素敵な観光スポットになっております。はい、行かれた際にはぜひ温泉に浸かってみてください。
男性のしゃぶる SE のシステムエンジニアの仕事をしております。はい、大阪在住です。はい、6歳下の妹がいます。小さい時とかはもうしょっちゅう喧嘩してたんですけども、もう私が毎回負けるぐらい気の強い妹です。トム・クルーズになることです。真剣に言うと、オーケストラの指揮者になりたかったんです。そう、さっきの質問と似てるんですけども、ピアノ、バイオリンで、プール、そろばん、パソコン教室で、公文で、あとは塾で、少年少女合唱団も入ってましたね。で、あとは、ボーイスカウト、小学校の時だからビーバースカウトになるのかな。はい。で、毎日習い事があったので、もう友達とか全然作れてませんでした。で、小さい時にピアノとかバイオリンをやってて、オーケストラにも興味があったので、将来はオーケストラの指揮者になるっていうのは豪語してたみたいです。もちろん筋トレ。で、あとは動画編集とか、あとは音楽を作る、作曲とか、そういったのをしてます。で、あとは読書、映画見に行くとか、そんな感じです。基本はお肉が好きなんですけども、反対に嫌いなものは、唯一肉の中でもレバーが食べれないんです。はい。それ以外であれば、焼肉、お誘いお待ちしております。いえ、吸わないです。お酒はたしなむほど好きです。焼酎とかバーボンが大好きです。ありがとうございます。5分割法っていうのをやってまして、なのでだいたい週5から6回ジムに通ってます。特に洋楽聞くこと多いんですけども、例えばマダーナとかブルーノーマーズが好きですね。邦楽は宇多田ヒカルさん、あとは藤井風さん、あとはもうお亡くなりになってるんですけども、ヌジャベスさんっていうのも好きですね。はい。でも最近の若者の曲とかも、頑張って聴くようにしてます。バウンディとか、夜遊びとか、はい。そんなもんです。好きな芸能人は藤井隆さんです。もうこれは小学校からずっと好きです。もう小学校の時に吉本新喜劇でホットダンスで衝撃を受けて好きになって、で途中今の若い子とかわかんないと思いますけど、マシューズベストヒット TV っていう深夜番組があって、そういった司会進行プラスお笑いっていう、そういうマルチな力を持ってる方ですし、でもすごい好感度も高くっていうので、やっぱり憧れの神様みたいな存在です。もう今も大好きです。追っかけとかは今はしてないんですけども、小学校の時はモーニング娘。が好きでした。ごまきかナッチ派か分かれるぐらいの時期で、ラブマシーンとかの時期ですね。で、その時は私ナッチ派だったんですけども、で、中学校、高校でちょっと間抜けちゃったんですけど、それこそプラチナ期を終えた道重さゆみさんがキャプテンになってからの世代、鞘師里穂さんとか、で、自分が大好きな、推しである石田あゆみちゃんとか、その時はすごい応援してましたね。石田あゆみちゃんがね、去年12月にモームス脱退しちゃったんで、っていうか今なんかちょっといろいろ問題になってるんですね。はい。あと、坂道系で言えば、欅坂46は握手会とか、ライブに行ったりとか、そういうプチ追っかけみたいなことはしてましたね。私最初は鈴門推しだったんですけども、途中エキセントリックっていう曲があって、そこのメインが長浜ねるちゃんだったんですけども、そこでもうねる推しになっちゃいました。で、あとそれ以外では、ビッシュ、清掃員やってました。はい。そうですね。あんまりね、登録してるのがないんですけど、一つは東京ネイバーズさんも大好きなチャンネルで、で、あとはカモブスリアチョウさん。で、あとはイッツジョンシーズルさん。シーズルさんちょっと読み方わかんないですけども、Vlog 系のチャンネルされてる方ですね。あと、それ以外では、めぐみさんのこんな感じでやってますっていうチャンネルと、あと、日本史とか世界史、歴史が好きなので、大人の学び直し TV っていうチャンネルを見てます。その他はギズモードジャパン、であと、ボーグジャパン、
で、あとはアリサ上野さん、映画チャンネル。で、あと終わった人さん。あとは猫ちゃんとか犬の動物チャンネルがほとんどですね。そんな感じです。基本は体鍛えてる方、がたいの大きい人とかは目に惹かれるところもありますし、あとは内面で言えば落ち着いてる人が好きですね。すいません、寝る前は基本ストレッチが多いですね。で、あんまりスマホは見ないようにしてるんですけど、でもたまに動画制作のアイディアとかっていうのでインスタで漁ったりっていうことはしますね。で、起きて最初にすることは BGM をかけます。やっぱり一日の始まりは音楽からスタートしてます。で、その後はいつもの Vlog で始めてる内容です。一応猫派です。もともと猫を飼ってたので、黒猫とかアメショウとか、そういうのを飼ってたので、猫派なんですけども、でも全然犬も大好きです。秋かな。サンマが旬だし。頭から洗います。順番で言えば、頭、顔、で、体、で、チン、ケツ。いっぱいあるんですけども、いくつか挙げるとキリがないんですが、ローマの休日とか、で、アパートの鍵貸しますっていう映画、白黒なんですけども、好きですね。で、あとは、トム・クルーズになりたかったっていうのもあったんで、ミッション・インポッシブルとか、ジブリで言うと、魔女の宅急便とかも好きですね。で、あとは、ゴッドファーザー。クラシックとかを始めたいなってきっかけがゴッドファーザーだったんで、そう。その劇中に流れるクラシックにちょっと魅了されて、で、自分もやりたいなっていうのがきっかけです。あと、アニメで言うと、エヴァンゲリオンとかは好きです。ロボット系とかを好きになったきっかけがエヴァンゲリオンですね。あとは自分の分岐点みたいなところで刺激されたのは、プラダを着た悪魔です。一番大好きなのがプラダを着た悪魔です。そうですね。これもいっぱいありますけど、基本はやっぱりサウナ入ってる時と、で、あとはインスタでええ男を漁ってる時です。ぜひぜひ、東京土産プレスバターサンド持ってきてください。ネバック。お願いします。で、こっから多分下ネタが多くなってくるんですけども、ただ質問の中で一番多かったのが、ちょっと下ネタとはそれるかもしれないんですけども、バルちゃんとリアルってできるんですかと。リアルできますかっていう質問がすごい多かったんですけども、リアルは全然、ご都合が合えばできます。ただ条件で言えば、条件言えるような立場じゃないんですけども、お顔が見える方は、やっぱり安心しますので、お顔を見せていただければありがたいなと思っております。いきなりね、顔も知らない人と出会って、ね、小学校の校長先生とかやったらちょっとびっくりするんで、できればちょっと事前にお顔をお見せいただけるとありがたいなと思っております。本当に関西なのでどこでも行きますし、休みが不定休なんで、基本仕事終わっての、夜とかであれば、ご飯行くとか全然行けますので、ご都合が合えばぜひともよろしくお願いします。そうですね。年上、年下とかも、全然同い年でも関係なく、お会いできると思います。でもやっぱりこのチャンネル始めてから、ご縁をいただいたりとか、リアルもさせていただいてますけども、それでも、年上、年下の方があったりで、同い年の方はいないですね。でも、全然、年齢問わずなので、会っていただけるっていうだけで、嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。全然、なんなら一緒にゴ取りしましょう。すっぽんぽんでやるっていうよりかは、下着をつけたまま、でも、ちょっと剥がして、チンコだけ出して入れるっていうプレイは、ちょっと興奮しますね。これ大丈夫かな？ありがとうございます。いや、それが経験がないんですよ。ほんといつになったら現れるんでしょうか。でも妄想では、犯されプレイ大好きなんで、そういうのを期待してます。
経験はないですけど、おそらく受けかなとは思います。ぜひぜひ、フォローリクエスト、フォローいただければ、はい、つながれると思いますので、おっしゃってください。結構、インスタで、フォローしてほしいですっていう DM をいただく方もいらっしゃって、その方は、フォロー返してたりとかもしますので、なんか数が増えていくとだんだんわけわかんなくなっちゃったりっていうのもあるので、今のところは特段、フォロー返しとかは、リクエストがあればさせていただきます。でも、やっぱりお顔が見える方とか、あとは投稿頻度が多い方とか、なんかそういった方だと、なんかちょっと自分もフォロー返したくなるかなという気持ちになります。すいません、わがままで。そうなんですよ。本当はね、東京とかを、仕事上、毎月行ってたんですけども、ちょっと去年ぐらいからそれがなくなって、もうリモートで全部仕事できるよねって話になって、東京出張がなくなったんですよ。でも近々、ちょっと東京行く予定があるので、6月かな、7月かな、ぐらいには行こうかなとは思ってます。すいません。通常時は、被ってます。で、便立ちの時は露出してます。いわゆる火星包茎ってやつですね。割合で言うとどれだろう。全部被ってるっていうことはないけど、でも6、7割ぐらい被ってると思います。これ誰が得するんですかね。本当は毎日やりたいんですけども、でもやっぱり毎日すると筋トレをしてるので、やっぱ集中力とかにも影響するので、一応最低週1回、マックス週2回までにしてます。で、1日の回数は、それでも今は1回です。昔はね、もう4、5回、もう出なくなるまでずっとやってたんですけども、はい。今はもうその気力がないので1回です。めっちゃ強いと思います。はい。早く加えさせてください。感じる方だと思います。恥ずかしいな、これ。めっちゃするっていうことはないんですけども、1、2回ぐらいかな、これまで。やってみて、自分は感じるタイプなんだなって思って、だからポジションも受けなのかなとか思ってたりもしてます。いや別に私痴漢プレイを開発したわけではないんですけども、やってみたいなっていうだけで、はい。でもそれ以外で新しく開発された性癖、乳首でいく。今はちょっとわからないけど、でも実はこの、測定企画っていうのを別でちょっと考えてまして、また動画では上げるんですけども、でも今、多分ちっちゃい方だと思います。切り株ぐらい。太さはあるけど。そうですね。やっぱり体鍛えてるその目的が、やっぱ体をでかくしたいっていうのもあって、特にラガーマンとかに憧れを持ってたので、なんかラグビーのユニフォームとかは着てみたいなとは思いますね。ありがとうございます。子さんの方ですね。ありがとうございます。結構ね、ASMR のチャンネルから来ていただく方も多くいらっしゃいまして、本当にありがたいんですけども、そうなんですよ。ちょっとね、全然更新できずで、申し訳ないんですけども、一旦ちょっとお休みっていう形で、はい、チャンネルは残してますので、そのうち、なんかお菓子ポリポリ ASMR とか、また徐々に復活はしようかなと思うんですけども、ちょっと言い訳になっちゃって本当に申し訳ないんですけども、やっぱりありがたいことにお仕事とかも忙しくさせていただいてたりとか、やっぱりこの YouTube チャンネル、バルちゃんの YouTube チャンネルとかも、動画制作、その他もろもろ動画制作の依頼とかをいただいてたりするので、ちょっと優先順位がどうしても仕事の方に、当然ながらですけどもなってしまうので、ちょっと今 ASMR の方はお休みしますけども、そのうちちょくちょく不定期ではアップしようかなとは考えてますので、はい、また楽しんでいただければなと思います。申し訳ございません。そうですよね。本当申し訳ないです。また安眠できるような動画ネタ探してまいりますので、はい、ご期待ください。多分受けだと思います。でもリアルした方から言われるのは、いや、バルちゃんは多分、立ちっぽいよ、みたいな。
言われるので、タッチなのかなとか思ったり、でも自分自身は結構、なんかこう、そういうビデオとかを見るときに、タッチの人を見るんですよ。で、そのタッチの人見て興奮するから、多分掘られたい願望は強いんじゃないのかなとは思います。うずいてます。そうですね。ゲイ生活っていうところまで100% そうじゃないとは思うんですけども、でもやっぱりこのチャンネル初めてリアルをさせていただいてたりとかいうのもあったりするので、徐々にそのご縁というか、輪は広がっていけてるのかなとは思います。ないんですよ。ちょっと紹介してください。いっぱいありますよ。でも、どこを鍛えたいかっていうところにもよるんですけども、それいただければ全然お伝えできます。私も家で自重トレーニングとかするので、私特にお尻を大きくしたいっていうのもあるので、お尻周りのトレーニングとかはもういっぱいお伝えできるかなと思います。一緒にデカ尻目指して頑張りましょう。そうですね。今のところはないかなとは思うんですけど、なんか、やっぱりこう、マイファンズとか見たことないんですけど、やっぱり話を聞くと、ちょっとやっぱこう、チンコ出したりとか、エッチしたりとか、いうのがあるから、ちょっとまだ今そこまでやろうかなとは思ってないですね。でも多分、マイファンズとか、オンリーファンズとかですかね、は、別に脱がんでもいいっていうのであれば、インスタとかで、ちょっと際どいものとかも載せてますから、そういうのを、そういうところをこうファンズ系に載せるとかはいいのかなとは思いますけど、チン出してポロンポロンポロンするとかはないですね。これは、特段隠さず、堂々としてるかわかんないですけども、はい、もう単焦方形を見せ散らかしてます。いやー、そこまではちょっとできないかな。そんなものをオフィシャルで言える度胸はないですけども。欲しいっていう方いましたら、DM いただければ、はい。プレゼントせんかな。次行こう。そうですね。もともとノンケ、女性の方を恋愛対象にしてたんですけども、本当にね、去年1年半ぐらい前に、ゲイとして生きていくっていうことを決めまして、ちょっとそのきっかけとかも別動画ではお送りしようと思ってるんですけども、で、その時に、バイなのかなとかいろいろ考えてたんですけども、やっぱりもう、好む人は男性、女性はどちらかにしようっていう自分の何かこう、ポリシーというか、決めとかないとっていうのもあって、で、そのゲイとして自覚するのはもっと前からあったんですけども、もう恋愛対象を切り替えるっていう形で、もう男性にしてます。はい。これは愚問ですよ。あなたを抱くためです。全然あります。なんか好きなタイプになるかもしれませんけども、もともとは年上の方とか、イケおじさまとか、おじさまおじさん年上の方、ちょっと言い方わかんないんですけども、はい。なんかイケおじの方には普通に興奮します。はい。我慢汁。いやでも他人と比べたことないんでわかんないんですけども、でもやっぱりこう自分でいたしてる時とかも出てるから、出やすい方だとは思います。ちょっと量までは多いか少ないかはわからないです。はい。でも出てます。はい。全然声かけてください。多分これ自転車に乗ってるから近所で颯爽としてたのかな。またお声かけお待ちしております。ジムとか、それこそ街中は数人いましたね。2人かないましたね。で、あとはご飯食べてる時とかも、声かけられた時はありましたね。隣の席よろしいでしょうかとか言われて一緒に食べたこともあります。で、あとジムは2人、声かけられたことはあります。はい。パパ募集、ちょっとどんな内容かわかんないですけども、詳しく教えてください。まず、ビデオのレーベル、好きなビデオは、これっていうのは特にないです。もう見たいものを見てるんですけども、好きな絵師さんは、ぴょん工房さん、星枝さん、で、オロクさん、で、あとはチクさん。これ大丈夫？全部エッチ系な
感じなんですけども、そういうことを言ってるんじゃないんですかね。もう言っちゃったけど。ありがとうございます。大きくは4つありまして、ちょっと仕事のご依頼とかで、使っている、依頼者からのその要望っていうので、プレミアプロと Adobe ですね。で、あとはファイナルカットを使ってます。で、あとは、私のチャンネルとかの動画編集では、さっきのプレミアプロもそうですし、あとは Vlog とか結構サクサクできたりするので、iPhone でやったりするんですけども、その時に Vlog っていうのを使ってます。で、あとは iPad で編集する時とかは、LumaFusion っていうのを使ってます。LumaFusion はね、ちょっと使う頻度は最近低いんですけども、大きくこの4つを使ってるっていう感じです。はい。これちょっとね、共感は得にくいと思うんですけど、筋トレとかのセット数、例えば終わった時に、ういっていう、こう、吐息というか、はーというか、口の形が好きなんですよ。みたいな。あとは、こう、隠れてチンポジとかを調整してる人とかは、キュンキュンしますね。僕も手伝いますよ。もう全然。叙々苑とか行きたいですね。もう過去に行ったのも本当数回程度です。はい。おごっていただけるなら。冗談ですけども。はい。全然誘っていただければ行きましょう。脇とか足とか、それ洗わんかったらね、臭くなっちゃうんで、毎日洗うようには一応してますけど、これどういう意味なんだろう。なんか、直近の DM とかで、バルちゃんの履いた後の下着を送ってくださいとか、その実物が欲しいっていう方とかもいらっしゃいまして、いや、それ汚いよって思ったんですけど、でも多分そういうフェチの方なのかなと思って、その方に対して嫌とかはないんですけども、自分はそれを送るのはちょっと抵抗あるなっていう感じで、多分その匂いとかもそういう感じのことを聞いてるのかな、この方は。どうだろう。でも、やっぱりこう、脇と鼻の距離の方が近いので、脇の方が臭って思う時はあったりするから、臭くなる時はあると思います。これ、どう答えたらいいんやろ。難しいですね。次。小説は、読んだことないんで、ちょっと興味あるんですけど、なんかおすすめの小説とか教えてほしいですね。あとは、基本は、漫画、ビデオ。どっちかというとビデオの方が比率は大きいんですけども、見ますね。好きなジャンルで言うと、もうすんごいオーソドックスで申し訳ないんですけど、こう、ラブエッジみたいな、カップルエッジみたいな、そういうのが好きですね。こう、最初はチュッチュしながら、お互いこう、まさぐり合って、で、脱いで、挿入して、はい。すいません、普通です。ただただやるっていうよりかは、やっぱりそういうシチュエーションは大切だなと思うし、それにやっぱ興奮するんで、はい。自分の理想でもあるとは思うんですけど。で、ジャンルで言うと、やっぱりこう、体の大きいガチムチの方とかは、やっぱこう、結構目に入ってしまうっていうのはありますけども。でもなんか最近見た、すごい体がでかいガチムチのタチさんと、で、細身の受けの方とのビデオを見たときは、体の大きいタチが細身の受けに覆いかぶさってるみたいな感じの、なんかなんて言うんでしょうね。体型が両極端のエッジ動画っていうのは、ちょっとまたそれはそれでいい刺激でした。すごい興奮しました。はい。これ大丈夫かな？はい。ドライオーガズムって、あれですよね。射精はしないけど、絶頂に達する感覚を得られるってやつですよね。いや、経験はないんで、全然知らないんですけども、どうなんでしょう。自分はやっぱり出したい派なんで、タッチをするにしても、受けをするにしても出したいので、ちょっとその感覚はまだわかんないんですけども、どうなんでしょう。経験ある方とかは教えてほしいですね。プレイ内容についてはもうとにかく、プレスでお願いします。ありがとうございます。いや、でも、ムチムチを目指したいのであれば、筋トレもね、されるっていうことなんで、まずはとにかく食べることだと思います。年齢がちょっとね、おいくつかわかんないんですけども、若い方、20代とかであれば、もうとにかく食べることに集中すべきだと思います。筋トレも程よくやれば、ガチムチになるんじゃないのかなと思います。
筋トレをね、結構ちゃんと続けてできるっていうのであれば、そこからサプリとかも取り入れて、多少ちょっと筋肉寄りの、食事とかを取るっていうのは意識すればいいと思うんですけども、でも、飲食のお仕事でずっと立ちっぱなし、立位の状態なんですよね。であれば、しんどいっていうのもそうなんですけども、で、もう、なんか私も過去に大学の時とか飲食のバイトしてて、ずっと立ちっぱなしで、その後足の筋トレとかした時、ものすごい重量上がったりする時とかもあったんですよ。だから、全然問題はないと思います。ちょっとその拘束と妨害が多いっていうことで、どれぐらいの頻度かわかんないんですけども、でも足のトレーニングして、また仕事の時に、その足の筋トレで得た筋肉痛をひしひしと感じながら仕事をするっていうのも結構楽しみだと思いますし、私はそれ結構楽しんでましたし、で、あとはお客さんが身につかないところで、かかと上げ、カーフレーズやったりとかしてましたから、なんか多分いろいろできると思います。で、飲食店で、ビールのサーバーじゃないか、樽か。ビールの樽とかで、ローイングとかで背中鍛えてたりとかもしてましたし、絶対今やったら怒られますけども、Vlog でも筋トレの動画は引き続きアップしてますので、また参考になるかわからないですけども、見ていただければありがたいなと思ってます。胴体格。なるほど。多分力比べしてもう一発 KO されると思うので、はい。でも格闘技とか相撲の経験がないんですけど、格闘技はやりたいと思ってるんですよ。護身術から学びたいっていうのもありますし、相撲もね、やるといいと思うんですけども、ちょっと怪我が怖いっていうのもありますが、でもどのね、スポーツにおいても怪我は必須なんですけども、相撲はね、まさかこの年になって見るとは思わなかったんですけども、やっぱ見てて面白いなっていうのもあったり、でもやっぱり今は格闘術っていうのはちょっとスキルとして獲得したいなとは思ってるので、ちょっと教えてください。力比べではもうすぐ負けちゃうんで、あれなんですけども、はい。もし、やってるよっていう方いたら、ちょっとおすすめの格闘術とか教えていただければなと思います。はい。ということで、およそ80問。質問に答えさせていただきましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。前半はちょっとプロフィール中心に、後半はちょっと下ネタ中心にということで、ちょっとバリエーションあって楽しんでいただけたかどうかはちょっと不安なんですけども、はい。まずは改めてなんですけども、この度はチャンネル登録者1万人突破しまして、本当に皆様支えあっての結果だと感じております。本当にありがとうございます。で、今回は記念動画っていう形で、質問コーナーを設けさせていただきましたけども、質問コーナーの企画については定期的に、毎月1回はやっていきたいなと思っております。こういった複数あるのをどんどん答えていく形式であったり、あとはご相談いただいた質問とかもあったので、ちょっと今回は紹介しきれてない部分もあるんですけども、それも一つの動画の、ネタというか企画として、使っていきたいなと思っております。なので、もう今回の質問コーナーで終わりではなくて、また X やまた動画もコメントであったり、で、インスタからでも結構ですので、質問いただければ定期的に毎月5月の質問コーナーとか6月の質問コーナーと定期的にやっていきたいなと思っておりますので、全然質問も被っても問題ございませんので、引き続きぜひともお時間いただきますけども、質問を投げていただけるとこれ幸いだと感じております。はい。ということで本日の動画は以上となります。バイバーイ。